信長の野望。新生 PK。新生、アップデート来ました。合戦のマップも増えて、両勢力12部隊以上の大規模合戦なんてのもあるらしいぜ。他にもシナリオ編集で大名や武将の所属をランダムで変更する所属替えが追加したのでこちらの織田氏春さんに生贄になっていただきます。弱い方の、織田？館坊、関東八館を称することが許された有力な大名で、本姓は藤原氏の名族であります。でも居城たる織田城を9回も落城させられた雑魚。こらこら住民の協力や華麗な土下座外交で、8回織田城取り返してるから優秀だよ。何度も復活する様はフェニックスと呼ばれることも。まあ城取られても年貢は氏春に届けるみたいな、民に愛された大名だったらしいな。てなわけでノリで織田城専用大名を国外配置で西に飛ばして、織田城に帰還するチャレンジ、開催だー。果たして不思議な力で国替えされた氏春は、戦国時代を生き残ることができるのか？今回選んだのはなんとなくで一番上の信長元服。氏春は確か信長の3つくらい上の年齢だったな。でもこの時代だとまだ父親の正春から家督を継いでないので、大名変更で強制家督想像を置く。今回は何でもありのスタイル。こうして氏春は16歳で大名の仲間入り。武将所属替えもせっかくなのでやってみましょ。武将との出会いは一期一会、今までにない今回限りの出会いとか胸が熱くなるぜ。武将所属替えもせっかくなのでやってみましょ。誰だ貴様ー、追い寄せやめろ、重心杉の矢と引き離すなー。目標確保、連行します。どういう状況？今回は人数7名平等配置でございます。さあ国替えで勢力の配置をシャッフルだー。不思議な力でシャッフルされた、仮想の戦国時代が今始まる。って感じで5回ほどプレイするも謙信公にボコられたり里見さんにやられたり、信玄公に触れた瞬間蒸発したりと結果は散々。氏春お前弱すぎん。仕方ないので強いお城に固定した上で、セーブ&ロードで少しタイムリープも使用してのプレイ。タイムリープはなるべくしない謎のこだわりを捨てるのか？誉れは浜で死にました。おい。難易度は安定の長級。寿命は長命に変更。攻略に時間かかってもこれで安心。あと開始時に同盟組んでても離れちゃうので外交初期状態をなしに、代わりに他勢力の同盟を積極に変更し、合戦参戦範囲も変更できたので、広いに変更しました。これなら12部隊以上で戦う大合戦も、勢力拡大したら楽にできるかもだぜ。氏春さん、石山ごぼうに置いてきました。さあ気になるランダムで配置された武将はどなたかな？ろくな武将がいなくて草。身分が足軽大将と組頭しかおらんとな。ただでさえ大名弱いのにこれどうすんだよ。やり直せ。禁則事項です。武将のランダムにまでケチつけるのは朝比奈さんが許しません。なんでだよ。まあ朝比奈さん筆頭にそこそこ戦えるし、なんとかなるよ、多分かよ。現状周辺勢力で強大なのは今日を抑える今川氏。早速織田さんに親善に行ってもらいました。パッと見隣接してるのは伊達千葉扇ヶ谷津上杉小野寺か。お城の数で負けてるので、千葉と伊達に攻められると辛い状況。本願寺兼与が10年ノップと戦い続けた石山ごぼうとはいえ、このままだとまずそうだぜ。やられる前にやっちまえー。小野寺家に、特艦じゃー。わしは何をしてでも織田城に帰還するんじゃー。フェニックス織田の織田城機関への戦い、始まりだー。合戦は部隊数が多い方が有利、部隊を分けて伊丹城に進軍するぞ。そして城に進まんと軍を制圧してたら、小野寺種道が城から飛び出してきた。相手はパッとしない出羽の国の大名、兵力もこっちが上だし楽勝だ。さあ織田さん、合戦で蹴散らしてしまいなさい。任せよ。結果数で勝る織田軍が小野寺を鬼ごっこで翻弄し、軒口を狙う作戦を決行。初戦からしょっぱい戦いだな。これが知恵者の戦いというものよ。禁則事項。朝比奈さんの活躍もあり無事の木口陥落。勝ち時を上げよ、かーったどー。てなわけで少し兵を削られたものの勝利。まあ大した被害でなくて一安心。で伊丹城包囲してたら、敵援軍の国衆の有馬が来たので、また朝比奈さんが軒口取って勝利。国衆一部隊でも容赦なし。さああとは囲んで城を落城させるだけだー。兵糧の残り勝ちと厳しいぞ。多少の兵の損耗は仕方なし、強行じゃー。力攻め。そして兵力が1000を切るも、なんとか伊丹城を陥落。一国スタート維新後の最弱大名、無事初勝利を収める。はっはっは、村人総出でお祝いじゃー。さてお祝いの前にお待ちかねの武将登用タイム。近江吉のボス長吉の弟の祖郷和正がおる、斎藤高政ってのもそこそこ強いぞ。斎藤高政は義達っていう方が聞き覚えあるかな？昨今では一式義達とも言われることもあるとか。
斎藤道さんの長男だな。吉無事全員登用成功。有能武将、ゲットだぜ。では手に入れた伊丹城は、小野寺殿にお任せするのじゃ。打ち破った相手に所領安堵してやるのか、宇治春優しいな。いやこいつしか城主になれる侍大将がいないだけだよ。おい。そして兵力を回復しつつ内政してたら今川氏が動く。防衛準備が整う前に六角の亀山城を落とす算段かな。あ、防衛準備完了。こりゃどっちが勝つかわからんなって今度は伊達が動いたぞ。乱世うるせえ。だが伊達が扇ヶ谷上杉を包囲する中、畠山が市議参上を空きす。さすが名門畠山家、傾斜たる見事な戦術。若干卑怯臭いがこれが戦国の正解だよな。では我らも高谷城の空き巣に参る、小野寺よ、軍制圧の梅雨払いは任せたぞ。宇治春、畠山の戦略をパクるの巻。軍制圧がもうすぐ終わります。小田さんご出陣を。はい、部隊分ける小細工入りまーす。今回は頼もしい粗合部隊がいるのがありがたい。早く出世させて城主にしてやりたいぜ。畠山に市議参上を落とされたのに気づいたのか、高谷城にも国衆を送ってくるも貨幣なので楽勝。あ、伊達が扇ヶ谷上杉を滅ぼした。じゃあ芥川山城に、国衆の有馬をけしかけましょ。伊達はもうこれで罪だぜ。落城寸前、もう一踏ん張りじゃしかしダッシュで戻ってきた伊達春宗が撃って出てきた。相手は猛者だが兵数も部隊数も勝ってる、消化試合だぜ。結果小田さんと粗合のサンドイッチ。まあそうなるわな。兵のすりつぶしに成功。あとは城を開城するだけだ。高谷城、制圧セリー、我ら織田家の大勝利だ空き巣に成功した宇治春、大歓喜である。伊達の本拠地だったので武将も数人捕獲。伝説のお茶係、戦争駅も仲間入り。あいつはどうせ出奔するから基本無視だよ。茶政の扱いが雑。さて高谷城の城主は、領主に任命できる武将がいません。足軽大将と組頭しかおらん。圧倒的な人手不足。お次は芥川山城を落としたいけど今川さんとの外交はどう？あと3ヶ月で同盟組めるよ。ああ今川亀山城工場戦失敗してるぞ。今なら多分攻められずに済みそうだ。新年早々だが今が攻めるチャンスだ。よし、大晦日の主演と歌会も楽しんだし一丁頑張るか。史実では大晦日飲みすぎて正月早々小田城を落とされてたけど、この世界では程よく飲んだのかな？飲みすぎで出陣不可とかはやめてくれよ。そして相対する伊達家の守る芥川山城は、すでにボロボロの上に守る兵士もごく少数。ほとんど抵抗することなく城を明け渡した。明けまして、おめでとうございまーす。新年早々やかましい。こうして伊達家は滅亡した。それではお楽しみの武将登用タイム。強いのが伊達しかおらん。関東の言う、扇ヶ谷上杉の友貞殿がおるではないか。微妙。随慶院も武領今川伝あるからちょい嬉しいかも。吉本殿の妹かな？何はともあれ11人全員、ゲットだぜ。では城主不在の高谷城は伊達殿にお願いいたす。空き巣に恨み持ってるのか忠誠真っ赤で草。城主にしても忠誠上がらないし、どっかに寝返らないかとヒヤヒヤもんだよ。芥川山城は城主任命できる侍大将がいないので、適当に足軽大将を軍に割り当てお茶を濁す。はよ侍大将に出世してほしいぜ。そしてここまで順調だった小田家に暗雲垂れ込める。やべえ画面が真っ赤だ。畠山と千葉が小田家を狙い臨戦態勢の準備を開始。したと思ったら千葉家が解除。肩透かし。でしばらくしてたら畠山も臨戦解除。首の皮一枚ギリセーフだったな。多分芥川山戦が耐久なくてあっという間に終わったから、攻めるタイミングを失った模様。だな。あとは今川との同盟までの残り2ヶ月攻められないのを祈るばかり。今川が攻めてきたら、畠山千葉も来て食い散らかされる運命。そして神前にお金使いすぎで上位集落が建てられん。まあ序盤はそんなもんだ、諦めろん。で同盟締結を待ってたら今川氏が動く。目標は畠山家の筒井城か。芥川山城でなくてマジ助かった。うちの方が兵数多いから見逃してくれたのかな。そして季節は移ろい春となり。今川家の信用が60になったぞい。よっしゃー、これでもう攻められる心配がなくなる。他国に攻められても防衛依頼もできるし、これはめちゃ頼もしいパートナーができたぜ。まあ小田城に帰るにはいつか倒さなきゃだけどね。そうだった。で論功交渉では朝比奈さんが侍大将に昇進。城主が増えるね、やったね。お城も増えたので制度改新の政策開放も開始。城増える前にやっとけよ。実行できるのはしかおらんのだ。そういや武将身分が一人もいねえ。外交終わったばかりだけど小田さんよろ。じゃあ今川氏が畠山家攻めてるし、うちらも市議参上攻めと参りますか。
有馬よ、市議山城までの軍制圧を任せた。国衆使いが荒いな。今回は新たに加わったマッタ州にも援軍要請。この兵力なら楽々城まで行けるかな？制度改新が終わったので浄化施設の建設を設定。伊丹城はいつか補給拠点にしたいので内政でよろ。資金不足にも一役買ってくれそうだな。小田さん市議山城までの軍制圧そろそろ終わるよ。よし、それでは市議山城に出発じゃあ、お米ないんで部隊は少なめでおなしゃーす。戦続きでもう米がねえ。で市議山城に小田さん着いたので、マッタ州は南の高取城までの軍制圧をよろ。市議山城を落としたらそのまま高取城も落とす算段だな。そして援軍の伊達さんも近くに来たところで、畠山義継が撃って出てきた。はい4対1の消化試合いただきはい楽勝。これで高取城の守備兵もほぼ消えたぜ。あとは時間の問題と思ってたら、千葉家から畠山の援軍来たー。兵糧切れで待った州も帰ったし、この兵力じゃ心もとないぜ。てか畠山と千葉同盟組んでたのね。さっきの臨戦もこれの影響だったのかもな。西の守りに伊丹城に置いといた、小野寺にも援軍出してもらいましょ。隣接してる浦上家の城今三好が攻めてるから、こっちが攻められることはないし出しても平気だな。三好と隣接になるのが怖いんですけど。三好はこの時代のボスみたいなもんだし気をつけなきゃ。で敵増援の千葉の到着と同時にうちの小野寺も到着、合戦だー。はい4対1の兵力も上の楽勝合戦。千葉さんなんでそんな無茶しちゃったの？その戦模様は見るも無残なフルボッコであった。ちょっと兵が削られちゃったけど圧勝。まあそうなるわな。で市議山城の耐久を削り切り、出てきた兵も普通に成敗。市議山城、通ったどー。さっきは伊達の漁夫乗りで、今度は今川の漁夫乗りで城ゲット。これが地匠小田氏春の実力よ。ただの空き巣と便乗じゃねえか。お前は我が中心杉野屋ではないか。会いたかったぞー。今一度我が家臣となるのだ。お断り、お断り。杉野屋貴様小田さんなんてことを。こうして史実では中心だった杉野屋は、逆上した小田氏春によって処断された。可愛さ余って憎さ100倍、氏春の狂気を見た。では落城させた市議山城の城主に朝比奈さんを任命しつつ今回はここまで。思ったよりもおだけが難しくて緩めの設定ですが、よろしかったらチャンネル登録おなしゃーす、嬉しいです。西の石山ごぼうに突如飛ばされた氏春は、果たして小田城に不死鳥のごとく舞い戻ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。